この質問聞いてる時点で、もう多分ね、管理職としちゃダメだよね。使えない管理職の言い訳ですよと。これは役割に対する誤解と無責任な思考停止ですよと。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方だけ見てください。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマが、挟まれて辛いは通用しない管理職失格の境界線ということでとてもちょっと興味深いテーマなんですが、これはどういったことでしょうか？そうですね、なんか質問でですね、管理職のメンタル維持法みたいなですね。はい。上司と、部下、はい。挟まれて大変な管理職がどのようにメンタルを維持すべきかみたいな質問だったんですよね。なんかよくありそうですね。確かにでもそういう人いるから、って考えたんですけど、結論そんなんないよと。というよりかは前提としてこの質問聞いてる時点で、もう多分ね、管理職としちゃダメだよね。向いてないんですか？ポイントは挟まれてって言っちゃうでしょ。はい。それはね、通用しないですよ。通用しない。管理職のメンタル維持とマインドセットみたいな話に今日なるんですけど、挟まれて大変は幻想ですよ。言い方を変えれば翻訳者としての誇りを持てと。翻訳者。一つ目からいくと、上司と部下に挟まれて大変ですは使えない管理職の言い訳ですよと。なるほど。管理職がよく言うこの言葉上司と部下の板挟みでメンタルが待ちません。中間管理職は割を食う立場です。なんか一見もっともらしく聞こえますけど、僕からしたらこれは役割に対する誤解と無責任な思考停止ですよと。そもそも挟まれてるって感じてる時点で、自分が矢印を受ける側という受け身の立場にいますよね。確かに。これってもう当事者意識の欠如であって、組織の中核を担うものとしては致命的ですよ。致命的。要は会社の管理職って言い方悪いんですけど、どこまで言っても中間管理職ですよ。要は、悪く言ったら、悪くでもないけど冷静に言った中間管理職だって必ず社長がいるから、上は必ずいるわけですよね。だからそもそもその抜け出せない状況を上と下の間にいるっていう、なんか挟まれてるみたいな感覚値を持って辛くなるっていうことは、私はマネージャーとして機能停止ですって言ってるようなもんじゃないですか。なるほど、確かに。だからその管理職っていうのは上と下の間にいるっていうみたいなことを辛がる人じゃなくて、先ほど言った通りその翻訳者って言いましたけど、その橋渡しを誇りを変えるプロフェッショナルみたいな言い方もできるわけですよ。管理職の本質って翻訳者ですよ。翻訳者。一つ例えるとですけど、意味をつなぐ変換装置だと。例えばそのトップ、マネージャー、現場みたいな3層で、それぞれが果たす役割何なんだというと、例えばトップが語るホワイ、理念とか、そうですよね、バット、戦略みたいなのを現場が動けるハウ、戦術とかに翻訳するのが仕事でしょと。トップが言ってることをそのまま言うだけだったらね、いらないんですよ。トップが要はこうしたい、ああしたい、例えばお客様の満足度をお客様一人でも喜ばすんだみたいなことを言ったら、このふわっとしてる言ったことを戦術に置き換えて現場に渡すんですよね。なるほど。だから例えばじゃあ翻訳者だとして、本当に言葉のね、いい翻訳者って何を言わんとしてるかを感じ取って、そして現実的に言った言語を持って相手に伝わるように変換して言うんですよ。でも使えない翻訳者は言ってることをそのまんま言語として翻訳するだけですよ。だから翻訳ってすごい面白いなと思うのは、人によってやっぱり訳す言葉が変わる時ってあるわけですよね。言い方も変わるんですよ。言い方も変わる。例えばこれあなたやりますかって英語で聞かれた時に、例えばやります、しかしながらこういう懸念があります、こういうことが考えられます、だからこういう方向でやりたいと思ってますって例えば返したりするじゃないですか。すごく極端な話ですよ。もう微妙な翻訳者はイエス、これでも一応翻訳なんです。だってやるとでも多分言いたかったのは、やるけどちょっとやり方変えたいとか、こういうことを懸念があるから
これもちょっと、ね、留意してほしいとか、はいちゃんとそういうニュアンスとか、うん向こうに分かるように伝えなきゃいけない。あでも翻訳された方もって思うわけですよ。言葉わかんないけど、はいこの人すごいこうやってなんか喋ってた、うんだけど翻訳イエス言い過ぎるよなんか言ってなかったみたいな、うん言いたい人の言っていることをちゃんと背景を理解しながら正しくこう伝える、はい、そして相手もいるからこの相手にどうやって言ったら伝わるかみたいなのめちゃめちゃ考えてるんですよね。で優秀なそう翻訳者ってそうだと思うんですよ。これ中間管理職も一緒ですよ。ただ上が言ったことを下に下ろすんだったら使えない翻訳者ですよ、それはやっぱりうまくいかないもうまくいくわけがない、だからの翻訳者言葉をそのまま直訳しないのと同じように、だから管理職も経営層と現場の言葉の違い文化の違いを踏まえて翻訳して戦術にハウをちゃんと作んなきゃいけないですよ。具体的な行動にこう置き換える必要があるんですね。トップがお客様をとにかく喜ばせるんだ、そしてこういう戦略を持ってやるんだって言ったらね、おいみんな社長がお客様を喜ばすって言ってるぞ頑張れ使えないんですよ。そうじゃないですよね。社長がお客様をとにかく喜ばすんだっていう方針目的のもとに言ったんだから、これを現場で体現するためには、具体的にこういうことしようぜ、俺らはこういうことを目指して目標に置いてね、こういうやり方でやってこうよ、やろうぜというのが中間管理職でしょ、それをあたかもいや社長がお客様喜ばせようって言ったから僕はちゃんと伝えてるんですけどね、そういうふうに、頑張ろうって言ってるんですよ、いらないよみたいな話なんで、だったら社長がもっとはっきりね具体化して言ってくださいよって言ったら、別にいいよと。でもある意味それをやるんだったらあなたいる必要あります、あなた存在理由ありますかという話にもなりますし、それぞれの部門とかチームによって言葉を置き換えたりとか、部門でやっぱ会社が大きいと戦術も変わってくるんで、社長が同じこと言ったとしてもその部門でそれを体現するためにちょっと変わってきたりするわけです、これをやってほしいから置いてるんですけどねみたいなってなるわけですね。次ですね、板挟みじゃない、ね、ある意味構造を動かす中心であるわけですよ、だからそういう意味では管理職ってちょっとネガティブに言ったら組織構造の中で一番矛盾が集中するポジションかもしれませんと、でそれはかわいそうなポジションではありません。抽象的な戦略を理解して現場のリアルと接続して実行するための構造を組み込んでるわけですよねと。なるほど。つまり意味と行動をつなぐ唯一無二の存在じゃないですかと、これほど影響力があってやりがいのある仕事ないですよ、こんな感じで話すんですよね。はい、現場あるあるです。そうは言っても現実は違うんですよっていう人いるんですよね、言いますね。はいはいってなるんですけど、これはね、感情と現状維持バイアスから来る防衛反応でしかないですよね。現状維持バイアスなんですか。要は人って基本はやっぱ変わりたくないんですよ。コンフォートゾーンに入ったらコンフォートゾーンにいたいんですよ。だから確かに言ってることはなんとなくでも正しいんじゃないかと思ってるわけです、でもね、それが正論だとしてもいやー変わるのが怖い、受け入れたくないとかっていうやっぱりこう防衛反応が出ちゃって、もっともらしいことを言いたがるんですよね、でももっともらしいことも言えないから、そうは言っても現実はとかっていうことをよく使うんですよ、単純に自分の苦しさとか無力感を否定されたくないですよね、変化の責任も取りたくないし、でもこういう人がいた時にどう対応するかって、で管理職でいうとそういうふうにならないようにどう考えたらいいかって、まずやっぱりですね、共感で受け止めるわけですよ。分かりましたと、そうなんだと、現実違うんだと、へえ、じゃあこのままだとどうなっちゃうと思う、問い返すわけですよね、私はこう思ってこういう発信したんだけど、こういう目的とか戦略なんだけど、あなたはそういうってことは今の現状で大丈夫だと、このまま行っても問題ないって思ってるってことですか。自分はそうは思わないんだけど、これがじゃあバッドパターンいったらどうなりそうですかねみたいな、あとはまあ分かったと、じゃあまず何から変えられそうみたいなポイントはって言ったら変ですけど、あんまり論破しちゃうとちょっと本当にもう完璧にブロック入るんで、完璧に論破はせず、問いかけることでこう再起動させるみたいな、まあ対応法としてはいいと思うんですよね。否定もしないんですか。否定はあんましない方がいいですよね、否定すると結局何が正しいかが優先されなくなっちゃうんですよ。なるほど。自分が受け入れられないとか否定されたとか、そこが物事の
判断基準になっちゃって、はどんだけ正しいこと言ったとしてももうこの人の言うこと聞かないとか、あ。は絶対やらないみたいな感情でそうなっちゃうんですよ。いはい。なるほど。だとしたらあんま意味ない。結局だってそうなっちゃったら、はい、管理者変えますみたいなしかできないじゃないですか。そうですね。あともう一つここで言いたいのは、だからこそ会社の文化とか環境って大事なんですよね。今までの話を全部総合してそう言いたいんですよ。結局個人のマインドもあるんですけど、周囲の空気の方が人を動かすことが多いですね。ネガティブが許される文化ではそうは言ってもでもどうせだって僕がよく言う 3D が前にするんです。前向きが当たり前な文化がもしあれば、ネガティブの人って自然とマイノリティになっちゃうんで、やっぱそれって拒否反応が出てくるんですよね。なるほど。だから自分が言い方悪いけど変えなきゃみたいな意識も出てくるんで、ネガティブさらに消えていくわけですよ。で言いたいのは文化、組織文化とか環境っていうのはこういうところで地道にジャブのように効いてくるんで、だからメンタルがもし維持をしなきゃいけない辛いとかっていう最大のその対応はそういうもう環境とか文化がないことですよ。そういうのがない文化とか環境であることが最高の対応ですよ。うちの会社でアップルバリューズっていうそのアップルで働く上での価値観があるんですけど、その中にポジティブってあるんですよ。この体現こそがうちだとこういう時に最も必要ですと。その内容ってこう書いてあるわけですよ。いかなる時もポジティブな言動と笑顔を心がけ仲間に勇気を与えますと、この価値観の進化はまさにこういう時に出ますよ。苦しい時にこそ出ますよ。だからそれを見てたり僕はしますよね。そうは言ってもねっていう人に同調する人はポジティブっていう価値観体現してないよねと。反対にそうだね、でもやってみようか、でもこうなったら良くなるじゃん、俺やるから一緒にやるよみたいな元気を分けられる人が真にポジティブですよね。こういう人は体現してるって話になるんですよ。でその先頭を切るのは本来管理職ですよと。だから空気を変える力イコール管理職の価値だしポジティブの体現、要はもう一回言いますけど空気を変える力、これが我々の価値観の体現、イコールポジティブの体現であるし、それこそが管理職の価値ですよね。いろいろ話しましたけども、まとめると管理職っていうのはしんどさを語る人ではなくて、意味を翻訳し空気を変え組織を前に動かすべきであると。そうは言ってもっていう前にじゃあ自分が何を変えるかを問い直そうと、そういう姿勢こそが本来のあるべきリーダー管理職の第一歩じゃないかなと思います。とても興味深い話ありがとうございました。中間管理職は翻訳者であるという言葉をちょっと胸に明日からより邁進していきたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ちゃった方、少しでも気づき学びがあった方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。